こんにちは。アメリカ在住翻訳者ランサムハナです。英語の先生と日本語の先生もしています。今日は英語力を倍速で伸ばす方法についてお話ししたいと思います。前回1000人チャンネル登録者が達成したというので、その感謝企画としてですね、ご質問があったら受け付けますということを呼びかけました。でそしたらですね、いろいろと YouTube の動画のコメント欄とか、あと Twitter とかメールとかいろんな形でご質問を寄せてくださった方がたくさんいらっしゃって、非常にありがたかったんですけれども、その中でですね、割と多かったご質問っていうのが英語力を伸ばすためにはどういうことをしたらいいでしょうか。途中まで英語力上達したんだけど、そこから伸び悩んでるんですけれども、どうしたらいいでしょうかみたいなご質問が割と多かったので、今日はそのテーマに特化してお話ししたいと思います。私はですね、日本での英語の勉強っていうのは自動車教習所で運転を勉強するのに似ていると思っています。皆さんの中で運転免許証をお持ちの方ってどれぐらいいらっしゃるかわからないんですけれども、運転免許証を取ろうと思ったらまず教習所に行きますよね。教習所に行って、それで学科っていうのをまず勉強して、である程度その知識が身についたら、今度は実技っていうコースがあると思います。で最初にその学科を勉強して、である程度知識が身についたら今度は場内コースっていうところに出て、で運転をして、である程度運転できるようになったら外に出てっていう、そういう風にして運転免許証を取ると思うんですけれども、日本での英語の勉強もそれにすごく似てると思っていて、学校で教わる文法とかそういったものは教習所のですね、学科コースに相当するのかなっていうふうに思っています。時々英語を話せないのは文法とかをたくさん勉強してるだけで、だから文法とかを廃止して、話すスピーキングとかをたくさん増やした方がいいとかっておっしゃる方もたまにいらっしゃるんですけれども、私はちょうど運転免許証を取る時の勉強がね、学科コースと実技コースで全然異なっているのと同じように、どちらかを廃止してどちらかだけにすればいいっていう類のものではなくてですね、両方勉強しなければいけないものだっていうふうに思っています。そして日本では英語を話すっていうか、実際に実践する機会っていうのがなかなかないので、せっかく勉強したのにもかかわらずですね、ペーパードライバー化している英語学習者っていうのがすごく日本では多いなというふうに思っています。でもペーパードライバーっていうことはある程度学科の知識はあるわけなんですよね。だからそれを使わないのはもったいないし、ペーパードライバーの人とか運転が下手だとかって、私はあんまり自動車の運転上手じゃないんですけれども、運転がねあんまり上手じゃないっていう人に、皆さんだったらどういうふうにアドバイスしますか？きっとね、もうとにかく車に乗って乗りまくれっていう人が多いと思うんですけれども、英語もそんな感じで、ある程度の知識が身についたら、あとはアウトプットして使って体で身につけていかなきゃいけない部分っていうのがあると思います。日本に住んでるとなかなかアウトプットをして体で身につけていく機会っていうのがすごく少なくなってしまうんですけれども、なんとかたくさん練習をこなす機会として自分で負荷をかけるっていうことがいいんじゃないかなっていうふうに思っています。負荷をかけるっていうのは、今自分が楽にできるっていうレベルよりも、もうちょっとプレッシャーっていうか大変なことをやって、それで自分の力をですね、負荷をかける感じで、それで力を伸ばしていくっていう方法ですね。でそれで私がおすすめなのは、必死にならざるを得ない状況に自分を追い込むということがいいと思っています。なぜかというと、私たちも母国語である日本語を習得した時に、自分が赤ちゃんだったから覚えていないんですけれども、その日本語を習得する過程っていうので本当に無力な赤ちゃんだった時からスタートしてるわけなんですね。だから自分では覚えてないんですけど、もう生きるか死ぬかの必死の状況で、もうお母さんの言うことがわからないともう死んじゃうみたいな、非常にか弱い存在のところから必死で、サバイバル感覚でね、必死で日本語を身につけてきたっていう過去があるんですね。だけど自分ではもうその時期を通り越してしまったから覚えていないんですけれども、なので似た状況を作り出してあげることによって必死にならざるを得ないので、飛躍的に英語の上達が期待できると思います。
私なんかもアメリカに留学して英検2級まで取れてた時点で割とそこから伸び悩む状況になったんですね。でその後もアメリカに行ったらもう必死にならざるを得ない状況、留学をしてクラスを取ってちゃんと成績が取れないと落とされるっていう、もう生きるか死ぬかの状況に自分を置いたことによってもう後がないみたいな、それでもう必死になって勉強したので、おそらくその赤ちゃんが母国語を習得した時と同じような似たような環境に自分を置いたのが飛躍的に英語力が伸びたということにつながっていったのではないかと思っています。英語勉強するのが好きでね、毎週例えば英会話のサークルとかで話してるとかっていう方もいらっしゃるんですけれども、で意外とね楽しんでやってるだけのうちはそこで割と停滞期のままなかなか上に行かないっていうことがあるんですね。そうすると時間がかかってしまうので、一気にこう伸ばしたいっていう時はですね、もう自分を追い込んでかなり必死じゃないと、例えば落とされるとかね、そういうような状況に自分を置くと火事場のバカ力的な力が出て伸びることがあります。でもそんな簡単に留学とかできないじゃないっていうかもしれないんですけれども、最近はネットとかでですねオンラインでコースも英語で取れるコースっていうのも出てきてるし、でそういうのを例えば取ってみることによって英語でねコースを取ることによって成績が関係してるっていうか、成績をもらうっていうともう必死になって勉強するじゃないですか。なのでそういう環境をわざと作り出すことによって負荷をかけて、でそうすると割と飛躍的に伸びるっていう成果が期待できるのではないかと思います。今はそういうオンラインが発達して日本にいながらでもそういうクラスが取れるようになってきているので、自分の興味のあることで構わないので、成績がつくようなコースを取ってですね、でそれで割と自分を追い込んでみると飛躍的に伸びる、そして読む速度が上がったりとか、そういうことが期待できると思うので、ぜひやってみていただけたら嬉しいです。今回は英語力を倍速で伸ばす方法についてお話ししました。英語を勉強していらっしゃる方、翻訳を勉強していらっしゃる方の少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。チャンネル登録、メルマガ登録もよろしくお願いします。Thank you for watching. I'll see you in the next video.